はい、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。前回ご紹介させていただいたこちらの本、ホロスコープブック、たくさんの方にご予約いただきましてありがとうございました。一時的に楽天ブックスさんの方でちょっと予約できなかったみたいなんですが、今は復活していますので、ご興味ある方はぜひ概要欄から詳細ご覧ください。そして10月4日からは書店にて直接手に取ってご覧いただけますので、何かしらご自身の新しい可能性を見つけたいという方は書店に足を向けていただくか、もしくはネットでご予約いただければ嬉しいです。まだこちらの特典も残っていますので、ぜひご活用ください。はい、ということで今回は9月の後半のタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。はい、ではよろしくお願いします。9月後半です。デビル、そして、ソード8、ペンタクスエース逆に、ワンド2の逆、死神、ラバーズ、クイーン、ペンタクスクイーンの逆ですね。そして気をつけることや対策は、お月さんの逆とソード7とオラクルアーちゃん、節制の逆です。なんとも興味深い結果でしたね。ちょっと星の話先にさせていただくと、9月15日が乙女座で起こる新月でして、この新月っていうのは魚座の皆さんにとってはね、パートナーシップに関して非常に何か刺激が来るというか、人間関係を改善しようとか、関わり方を変えようとか、新たに引き寄せようとか、契約見直したいっていうのがいいタイミングです。この15日から約1ヶ月ぐらいがそういうことが強調されているっていうことなんですね。でさらに9月15日にね、逆行していた彗星がやっと順行に戻るので、もう誤解もなくコミュニケーションを取りやすいなとか、人との関係うまくいきやすいなっていうタイミングになります。9月23日以降はより一層ね、その関係性っていうのを深めていく、信頼をもっと深めていくっていう段階になるので、23日までがこうつながりやすい、絡んでたものもちょっときれいにしたりとか、さらにまたつなぎ直したりとか、新しいものとつながったりとかしやすいっていうタイミングなんですね。で星で見た時に何かご自身がこだわっていたことがあったのかなっていうふうに出ています。ここでデビルが出てるので、それは表に出していたとしても出していなかったとしても、ご自身の中で何かくすぶっていた思いだったりとか、こだわっていたことがちょっと浮上してたのかなっていう感じがあり、何かにとらわれていた思いが、特にそれはもしかしたら誰かに対してかもしれませんね。よく言うとですけども、あえてよく言うと、ものすごく大事な人を心配していたとか、誰かその自分の家族が調子が悪いとかでもものすごく心配すると思いますし、大事な人が大丈夫かなっていう思いもこういう執着として出たりするので、何かの思いにとらわれていたっていうこともあります。でまたはご自身が誰かとの関係の中で許せないとか、あの時なんであんなことかみたいな、そういったネガティブな思いにとらわれているってこともあります。両方あります。ただそれらが際立っているということは、やはりこのタイミングでその思いをもう解消していくんだなっていうふうに出てるんです。これはとてもいいことですよね。とらわれてたものからやっと解放されて、すごい清々しくいきなりもうパーン晴れやかになってるので、まず一つね、そういうとらわれてた思いから解放されるんだなっていうのが良かったなと思うところです。そしてそれをもっとやりやすくしようと思ったら、自分がいかにどのような考えに縛られていたか、どんな思い込みがあったかっていうことを知ることが早道だそうです。自分ではいやこだわってないって言いながら、実はすごいこだわってるとか、いや私は気にしてないんです、いやあの人がねって言いながら、自分がものすごくそのことにこだわってる、気にしてるとかでよくあることですよね。そういう感じで、いや私はそんなことないですって言いながら、でも自分がそれに陥ってることないですかっていうことを客観的に見ることですね。何かでもだからといって今の魚座さんにそれがのしかかってきてるかっていうと、そういうわけでもないんですけどね。ただそういうこともあったんだなぐらいの感じです。ただそれを踏まえて今はもう新しい道に行こうとしているっていうことで、ちょうどなんか分岐点にいる感じがしますね今。でどっちで行くみたいな感じなんですけど、どっちで行ってもいい感じです。そして
もう何か本当に何かこだわってたことをここでやめるっていうふうに出てるので、ちょっとこの辺見てみましょうかね。ちょっとまずこのとらわれていた思いから自分が見えなくなっていたものは何だったのか。そう理想に縛られていたそうですよ。これがいいんだって、この形がいいんだって思ってることによって現実が見えなかったり、現実すでに幸せだしいいことなんだけどそれをいいことだと思えなかったりっていうことかもしれないですね。そして何か動きが出てきてるというか、もっとやりたいんだとかね、もっといろんなこと挑戦したいんだとか、もっと誰かに何かを言いたいんだとか、もっと自分を楽しく生きたいんだっていう、動きたいっていうなんか思いがあったのかなって感じがします。それはおそらく動けない何かがあった、どうしようもない変えられない何かがあったから思っていた、そう思うのかもしれません。でも何かが溶かされていきます。もうここで終わりっていうふうに出てるので、よかったですね。もう完全にその思いから解放されてますね。すごいよかった。これはよくありがちな話で、恋愛とかだといやあの人以上に好きな人なんて出てきませんとかって言っていた割にはもうコロッと違う人好きになるってよくあることで、その時は自分は本当にそう思ってるんだけど、何かがきっかけにもうそれがスッと抜ける、スッと外れるっていうのがあって、明らかにここで一つの時代が終わりますよっていうか、今までの古い自分が終わりますよっていうふうに出ていて、で補佐カードで出したのがフールという言葉は本当にとらわれていない、本当に自由な感じなので、まず悩みから解放されてますね。よかったですよね。要するにここでとらわれていた、もう自分で自分を縛っていた思いとか、何か見えなくなっていたものから自由になりますみたいな感じなので、とっても精神的に楽な、精神的な解放って感じの2週間になりそうですよね。でその後やっぱりすごく解放された後っていうのは、全てが楽しく見えるとか、全てがなんかフレッシュに初めてのことのように楽しいみたいなね感じがしていいですよね。それもまた時が過ぎればまた慣れてくるんですけれども、でもう少し生産的になりたいなとか、もうちょっと何をどうすればいいかなみたいな具体的な行動に出たくなる感じですね。でもあんまりね無理しないようにしてくださいね。抱え込みすぎないように。非常にいい流れなんですよこれね。もしご自身がちょっと体調悪かったんだみたいなそのことをすごく気にしてたっていうことがあった方は、明らかに何かしらのいい兆しっていうものが見えて、もうやっとなんか細胞が生まれ変わりましたみたいな、そういう感じがあり、良くなったって言ってもいきなり何かガッてものすごくたくさん食べるとか、その健康っていうのを忘れて何かすることはないですよね。なのでいきなりたくさん何か過剰にしないようにだけ気をつけてください。で人間関係もそうで、こだわりを捨てるとか、自分がこだわっていたことにもういいやって気にしなくなったら、またフレッシュにその人のことをと向き合っていけたりとか、いい形でつながっていけるっていうのが出ていて、でその喜びをまた維持しようと意識しなくてもいいですよって、無理しなくていいんですよっていう感じで出ています。お仕事に関してもすごくなんか動きが強いですよね。仕事に関しては星で見てもやはり契約とかつながるとか人の紹介とかっていうのがすごくもらいやすい時なので、仕事はつながりやすいんです。ただ9月の23日以降はその信頼を失わないようにやはりちゃんと貢献しなければいけないっていうのがあり、もし何かね探してらっしゃるとかっていう方は9月23日までの方がつながりやすいんじゃないかと思います。でその前にやっぱりやめなきゃいけないですしね、何かをね契約解除とかしなきゃいけないので、未経験でも楽しそうなものありますよっていうふうに出ています。別に仕事を辞めるとかじゃなくても、一つの仕事のやり方を終えるとか、今まではこれを大事にしていたけどそれをやめて違うことを大事にしていくっていう優先順位を変えるってこともありますね。でとにかく気持ちがとにかくもうとにかくばっかり言ってますけど、気持ちが晴れやかになりますので、そこは安心してください。ここでもお月さんの結果が出ていて、もやもやしてたものが晴れてくるよって、ただずるいことはしないでねっていう感じが出ているので、人目を気にしすぎて
自分をごまかすとかもちょっとずるいことだし、そういうことだけ気をつけてくださいねっていうふうに言われてます。でちょっとオラクル見てみますね。でようやく今ね、何かこう手放していい形に行こうっていう、今ちょうどその分岐点なので、またバランスを取りながら行くんですよっていうメッセージだと私は思いました。これとても本来はバランスが取れていてとってもいいカードなんですけど、今まだ私から見ると逆位置なので、今ちょうどなんとかバランスを取っていってるところっていう感じですよね。カップの、ページということで、バランスをとってやっていきながらもアイデアはどんどん湧いてくるし、自分の中の喜びとか感情っていうものをうまくコントロールしてやっていきますよというふうに出ています。よかったですね。濃くてなんかすごく貴重な2週間だなと思いました。今回のこの内容を皆さんの状況に当てはめてそれぞれに考えてください。ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回近いうちに次の動画をアップしたいと思います。ということでありがとうございました。失礼します。もし何かしらよかったらいいねボタンやチャンネル登録もコメントもお待ちしております。失礼します。